マックスってこういうやつだったのか。とんでもない野郎だ。天然ガスへのアプローチも始めるぞ。アビサライトに隣接してるから楽ちんね。これであと何が出たらダメ押しだろう。そっすね、水素間欠泉とかじゃないっすか。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回は色々とまとめからスタートします。まずはマップの確認と各設備、間欠泉の確認から。これが現在のマップの温度レイヤーです。ここに色々と書き込んで位置関係をまとめてみます。こんな感じです。凄まじいありさま。天然ガスと塩素以外は水かよ。どういうこっちゃ。かなり恵まれてると言えそうです。下手を打たない限り水不足はありえない。もしイチャモンをつけるとするなら温度だな。そうですね、全体的に高温の排出が懸念されます。天然ガス2気で300度、蒸気が100度。熱水と塩水が2気で285度。塩素が60度で、トータル745度。ボート100本分である。これに対して雪塩水のマイナス10度で挑むのはきつい。風車に槍で立ち向かう、ドンキホーテも裸足で逃げ出すレベル。ってことでもし全部使うなら蒸気タービンと液体クーラー必須になりました。今後、原油を扱うならさらに熱源プラスでドン。寒冷バイオームが滅ぶとか言ってられないな。居住区から遠い塩水で蒸気タービンも検討するべきね。使えるものは全て使おう。ぬるげに見えても地雷は多いぞ。こうして見てると半エントロの利用が有効か、悩むわね。わざわざ手を出すべきか悩むとこかも。熱破壊だけなら半エントロは優秀ではないって偉い人が言ってました。水を電気分解する副産物での水素を利用、という以外に積極的なアプローチはいらんかも。近場の天然ガスの冷却に使うくらいがせいぜいかもしれないわね。しかしこうして可視化すると面白いな。見事に円形に配置されてる。初めてやったから普通に面白いわ。そうだな。それと、画面のハテナの位置、左下のヘドロ内部に未開封の間欠泉があります。現在、判明してる間欠泉はそれで全てね。あまりエグいものは出ない気がするが。水に振り切ってる、今のランダムの偏りが怖い。続けて簡単なご報告を。メインの貯水槽にパクーが来ました。補給品で出たので誘導して入ってもらいました。ここから熱対策のガブ飲みプシとやらにしたいところですが。汚染水貯水槽にも数匹いるので、うまく活用したいところです。餌はやらない予定です。続いて、裏でも数人が腐敗菌にやられました。薬がどんどこ消費されてます。薬の追加も頼んであります。それと、開封した雪塩水ですが排出量が多くて、放置できなくなりそうです。取り急ぎ熱水と混ぜて水にしようかと。それと、視聴者様から教えていただいた、塩素を使ったお肉工場ですが、該当する動画がおそらく絞り込めました。塩素の消費量がエグい、ということのようですので、サンドボックスで試しつつ導入を検討してみます。さて、サイクル180の朝が来ました。下の方で深いのアイコンが、もしや行ってるそばから、エリーがはしごを登っております。はい、また廃業です。覚悟の上とはいえ、病院のありがたみがすごい。苦しそう。気の毒に。薬はまだあったはずなので、治療ができると思いますが、マックス隊員が来た。頼もしい。偉いぞマックス隊員。見違えるようだ。ポンコツは何を潜めたな。なんで今いいねした？嫌味かこいつ。煽りですよマリサさん。私も見ましたレイムさん。病人になんたる仕打ち。鬼かお前は。マックスってこういうやつだったのか。とんでもない野郎だ。やはりマックスはどこまで行ってもマックス。同期のエリーに向かってこいつは。言っておきますが仕込みじゃないです。これ見た際に普通に笑いました。下道すぎて草。補給品にスリップスターの卵が出たので、試験的に飼育します。暫定の注射をここに。温度が全く足りてませんが、失敗前提でいきます。今晩は仮想の塩水間欠泉にでも隣接させます。あそこは95度あるし仮想だから二酸化炭素も十分でしょう。とりあえず卵が手に入れば上出来とします。仮想に用意してる時間があるかわからないので、応急処置です。あ、それと触れ忘れてましたが火星バイオームの手前、今見えている最下層の剥き出し地帯を緑化してます。農園長がせっせと植えてくれてます。キノコとリードが増えました。というかもう野生の野菜だけで足りるかもしれません。野良野菜を収穫可能にし、農園のベリーを数本、止めます。ベリーが停止できれば水の消費を抑えられるな。水の追加はまだ先だからね。節約しないと。ほぼ毎日腐敗病の犠牲者が。対策しないとまずいよこれ。とはいえできることなんて限られてるけど。薬を増やすとか、空気清浄機を増やすとかそれしかないな。ビタミン剤を配って免疫力高めるとか。犠牲覚悟とはいえこのままだと医者が共倒れになる。そうなったらスキル取らせるしかねえ。また来たマックス。だからなんでいいねした？マリサさんこいつもうダメだ。よし来たレイムさん処刑しよう。下道め苦しむ仲間にこいつは。お前なマックス。今回でマックスの株がだだ下がりである。こんなやつだったか。見下げ果てたぞマックス隊員。それはそうと医療担当を増やした方が良いな。それだと対処療法すぎないかね？別系統の対策からが順当か。そもそもここまで腐敗菌が増えてるのが問題なんだし。ベリーの花粉でもばらまこうかな。ポンプですって。あるいは緑化するか。頭の痛い問題だな。コロニーの移動経路を整理しますよ。
ついでに倉庫も増やします。最近のレポートで移動に活動時間の半分を取られていることが分かりました。これはないだろということで、できる範囲で改善をします。ついでに区画を区切って廃棄を部屋単位で潰そうかと。汚染水貯水槽には空気清浄機を追加しよう。天然ガスの開発と並行して仕事が多い。ヘドロ攻略も完全ではないし、忙しいな。人員増やさなくて大丈夫かな？冷蔵庫が2つ、ほぼ満タンだから食料的にはいける。検討するかね。天然ガスへのアプローチも始めるぞ。アビサライトに隣接してるから楽ちんね。もう少し広くても良いかな。どうせタンクに詰めるし、これで良いんじゃないの？もう1系統あるし、これくらいにするか。内部に冷却用のパイプ入れる？どうしよう、迷ってる。稼働したらあまり隊員の出入りをさせたくないけども。そうなんだよな。最終的に150度になるわけだし、その温度だと隔離して知らんぷりはできないわよ。隣接するバイオームにも被害が行くだろうしな。パイプ回すならもう少し広い方が良いかも。いや、断熱タイルの中にも張り巡らそう。断熱タイル自体も冷却するわけね。そうなると周辺も掘った方が良いんじゃないの？どうすっかな、悩むな。じゃあそんな感じで行きましょう。相変わらず何も決まっていないけん。廃棄の現状について、天然ガスの近くがまずそう。これからの作業エリアだし、バビ植えておこうか。しかし空気清浄機って花粉は除去しないのかねこれ？そう、なんのかな？あれ、じゃあアレルギー反応って予防できない？うわ、勘違いしてた。空気清浄機じゃなくて脱臭機なのか。汚染酸素にしか効果がないと。うわ恥ずかしい。第19回でこのざまですよ。そうか、あくまで汚染酸素を酸素にしてくれるだけなのか。たまに病原菌レイヤーで見ると脱臭機に腐敗菌が集まってるから腐敗菌の除去もしてくれてると思ってた。わからんくなってきたぞ。もしかして腐敗菌って増えるか減るかだけで、勝手に移動しない？だとすると気体の流れ関係なくなるね。不圧も静圧も関係ない。そうなんかな。今度サンドボックスで腐敗菌をポンプで吸ってみよう。集まれば気体ごと移動することになるね。そういや吸気ポンプを消毒してるとこを見たことないな。まだまだわからないことだらけです。雪原で作業してもらってます。主にウィーズボート集めと、反エントロピーの露出が狙いです。1機は掘り出し終えました。これから2機目を掘ってもらいます。雪は掘りやすくて良いね。どんどん進む。しかしあったかセーターだけではきつそう。あれ？なんで2機目掘り終わってんの？つうか待て、なんでここにも反エントロピーがあるんだ？隣接して3機ある？そんなわけあるかと思ったけどあったわ。どういうこっちゃ？やっぱり肩よりひどいぞこのコロニー。シードの公開待ったなしか？ここまでネタ満載だと公開してくれって視聴者様もいるんじゃないかね。悩むわね。しかしこんなマップあんのかね？つうか3台もあっても使わないぞ反エントロ。いや、だからこそ水の間欠泉が多いのかも。ゲーム側の仕込みだってか？そう勘ぐりたくもなるじゃん。おかしいよこんなの。言っておきますけど視聴者様、故意に仕込んだりしてませんので。第1回で普通にランダムスタートさせてます。これは疑われても良いレベル。というかサンドボックスにシードを突っ込んでマップを見てしまいたい衝動に駆られております。誘惑の強さがすごい。鋼のメンタルが必要。他の実況者様の動画でもここまでの代物見たことないんですけど。本当は一つ前の動画で締める予定でしたが、メンタルが持たないので追加収録しました。偏りすぎコロニー問題。これであと何が出たらダメ押しだろう？そっすね、水素間欠泉とかじゃないっすか。あるいは近場に原油とか？露出してる火山とか。もう何が来ても驚かないぞ。言うてこれ以上の展開なんかないでしょ。フラグになるからやめろ。平穏に暮らしたい。キラヨシカゲが裸足で逃げ出すレベルはいらんのですよ。動揺が収まらない。なんで反エントロピーがあんなにあるんだ？ほらなんだか怖くなってきたぞ。よし。なんとなく落ち着いた気がしてきたぞ。動画閉めようか？そうしよう。これ以上はもう怖い。メンタル崩壊しそうで草。じゃあ閉めよう。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。